皆さんこんにちは、フォトシンです。今日は紅葉の撮影、被写体選びや表現のアイデア8つということで、紅葉シーズンに活かしていただける写真の話をしていきたいと思います。もうすでに秋も始まっていますので、いろんな方がですね、撮影地に行って本気で撮影をしている方もね、多いと思うんですけれども、まだまだ秋はですね、続いていきますので、今回の話で少しでも、次の撮影に活かしていただけたらなというふうにね、思っております。今回は最近撮影した、作品プラス古典キュービからの作品をですね、交えながら8つの視点でお話をしていきたいなというふうに思います。一つ開始前にお知らせがあるんですけれども、2026年の私のアートカレンダーが販売開始となりました。また今年もカレンダーをね、作成したんですけれども、各月でお気に入りの1枚をですね、入れて、おりますので、ぜひですね、皆さんの来年の生活の一部にしていただけたらなと思います。結構書き込んだりとかね、できたりしますので、そういった感じでスケジューリングなどをね、作成する際に活用していただけたらというふうにね、思っております。詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックをお願いします。じゃあ早速ですね、今回のお話やっていきたいと思います。まずは私がメインで撮影をしている志賀高原についてね、ちょこっとお話ししたいと思います。まず1枚目がこちらになります。これはですね、きっと皆様も見たことがある光景なんじゃないかなと思うんですが、横手山の山腹にあるですね、カラフルな紅葉、パッチワークのようなね、すごく可愛らしくて綺麗な紅葉が見られる場所なんですけれども、つい先日撮影をしてきたところですね。今年はどこもかしこも紅葉が本当に素晴らしいということで、アルプスの方も行ったりしてきて本当にね、すごかったですね。で、志賀高原もいよいよ始まってきたというところだったんですが、どうなのかなと思ってたら、結構綺麗でですね、この横手山のところの紅葉から始まってきて、かなり黄色と赤ですね、七カマロとか、漆とかもそうなんですが、すごく、そういったね、カラフルな色彩がね、濃厚で、めちゃくちゃ綺麗ですね。確かに今年は当たり年だなっていう感じがします。ここはですね、割と広く撮っても面白いんですが、望遠レンズを使って、いろいろなところをね、切り取ってみると、本当に無限の構図がね、できていきますので、ぜひ好きな、個体をね、探して、あの木いいなとかね、そんなようなものをね、探して軸にして周りを整えていったりとか、また起伏にすごく飛んでいる場所でもあるので、そういった、起伏の面白さなんかもですね、表現したりするといいのではないのかなと思います。結構ね、今年は晴れ日が少なくて、曇ってたり雨降ったりっていう日が多いんで、雲が入り込むことがね、非常に多い気がしています。なので今回もですね、すごい濃霧の時で一瞬こう抜けた時を撮影したんですけれども、割とそういう日が多い方がちょっとこうドラマチックというかね、ドリーミーな感じの雰囲気をね、撮ることができると思うので、もちろん晴天もいいんですけれどもね、ぜひ曇りの合間を縫ってね、撮ってみると結構幻想的な感じになるんじゃないかなと思います。晴れの日で撮るんであれば、少し早い時間帯ですね、朝の早い時間帯、または夕暮れ時3時とかね、4時とか、そのぐらいの時間が結構柔らかくて綺麗だと思いますので、そういった時間を狙っていくといいのかなと思います。まだまだこれから紅葉がね、降りていきますので、私も引き続き撮影を続けていくんですけれども、ぜひ予定をしている方はですね、足を運んでいただけたらなというふうに思います。それではまず1つ目、風の表現になります。こちらの1枚は風が強い日に撮影しているんですが、下にススキがあって、その上に白樺が生えているようなね、場所で撮っているんですが、どうしても風が強いと、葉っぱがブレたりとか、しちゃうのが嫌だなと思ってシャッタースピードを上げようとかってね、考えたりするんですが、もういっそのこと、盛大に揺らしてブラしてあげようというね、そういった発想でやっています。ススキは風の影響も受けやすくてね、ゆらゆらと揺れてくれるので、ちょっとこう長く流したりすると躍動感がね、出てきたりしますね。あとは紅葉している葉っぱもカサカサとね、強風で揺れたりしていますので、それも長く流すとこのような形でちょっとこう油絵のようなね、結果になってきて、少しこう非現実的な写真にね、仕上がっていきます。で、白樺はね、一方、幹は割と太いので、そんなに動いていない。実際にはね、ちょっと動いているので、あんまり10秒とか20秒とかで流すと、幹もね、こうブレちゃうんですが、例えば、1秒とか2秒とか、そのぐらいであればギリギリ、幹は止まってくれるので、できれば、幹は止めて他が揺れるような感じにしてあげて、表現するとね、静と動をですね、映すことができるので、このような感じで面白い結果になります。で、ここはですね、ふわふわとしたススキの中で、白樺の木が踊るようなね、そんなような、世界をね、こうちょっと表現したかったので、このような感じで、そういったね、白樺を選んだっていうのもね、あったりしたんですけれども、
そういうイメージでね、撮影をしております。で、緑があったり黄色があったりというところなんですが、秋の始まりだとまだ紅葉しきっていない緑の葉っぱも混じったりしているので、そういったものがね、面白い色彩を生んでくれたりね、しますので、ただ単純に黄色だけじゃなくてね、ちょっと早い時期だとこういったね、色合いなんかもね、綺麗だったりしますので、これから紅葉を迎えるところでもし風が強い日があったらね、ぜひ試していただけるといいかなと思います。続いて2つ目、カメラを一振りということで、こちらの作品になります。これ写真ですかっていうね、感じなんですけれども、そうなんです。実際にね、写真ですね、普通にカメラを使って撮っただけで、特に何かね、現像とかでおかしなことをしたりとか、そういったね、ことは一切していないものになります。これ何か皆さん分かりますかね？パッと見て。なんか葉っぱみたいなものが見えるんですけれども、実は言うとね、こちら種明かししてしまうと、ツタウルシになります。カラマツ林に、生えていたね、ツタウルシなんですけれども、これをですね、ちょっとした撮影の方法で撮っています。もう勘のいい方はね、あんな感じでしょってわかると思うんですが、ICM というね、インテンショナルカメラムーブメントというね、意図的にカメラを動かして、ブラして撮った、そんなようなね、一枚になります。さっきは自然の力を活用して、ブラして撮ったんですけど、今度は自分でブラして撮るというね、そんなような表現をね、しています。このカラマツ林ね、すごい綺麗だったんですけれども、なんかね、下に笹もあったりとかして、なんか別の表現できないかなと思った時に、ちょっとこの、インテンショナルカメラムーブメントをですね、取り入れてやってみました。これ 2.5 秒で、ND フィルターをね、つけて、ちょっと長秒で動かしてやったんですけれども、ちょっと一工夫すると、この葉っぱのディテールがですね、残って、あとはスッとブレるようなね、ボケていくような感じで独特な表現になるんですけれども、そんなような表現もですね、この紅葉神図は非常に面白いと思います。これは結構ね、奥深さがあってですね、この手の動かし方とか、そのスピードだったりとか、途中で止めたりとか、そういったようなことで結果がね、かなり変わってきますので、そこをね、研究しながらやっていくと自分らしいね、表現になったりしますので、今回私はディテールをちょっと出しながらブラスというね、そういった結果にしているのはちょっと小細工をしたんですけれども、もし興味ある方はね、私のノートで、こちらは書いておりますので、概要欄にリンク貼ってますので、そちらをご覧ください。はい。こんなようなね、表現もありますので、風の力だけじゃなくて自分でブラしてみるというね、そんなような表現をやってみると、この秋もね、少し新しい表現ができるんじゃないかなと思います。続いて3つ目、意外な被写体ということで、紅葉シーズンになると、分かりやすいね、紅葉の葉っぱとかだと、もみじとか、白樺の葉っぱとか、ブナの葉っぱとか、そういったものがね、あったりするんですけれども、森の中に入ると結構いろんなものがね、色を変えていたりしますよね。シダもそうだったり、さっき言った漆もそうですし、で今回は山ぶどうにね、着目した作品をね、ちょっと、紹介できればと思うんですが、こちらがね、山ぶどうになります。今年はね、志賀高原内なんですけど、山ぶどうすんごい繁殖していて、山の色をね、ワインレッドに変えちゃうぐらいね、すごい繁殖をね、していました。結構びっくりして、ただ森の中でね、それを見たりすると、なかなか鮮やかでね、綺麗だったりします。で、こちらのね、写真は、この山ぶどうがね、紅葉しかけている、その中間ぐらいのね、ところを撮ってるんですが、緑の葉っぱからピンクになって、これからね、ワインレッドになっていく、その中間をね、撮ってるものになります。で、その後ろにね、池のちょっと青さをね、入れてるんですけれども、ちょっと爽やかなね、感じ、ごちゃごちゃしてるんだけど、でも、爽やかで、綺麗な、そんなようなね、ものをね、感じたので、撮っておりますね。こちらもですね、山の中で撮影した山ぶどうと、ツタウルシになります。かなりね、ごちゃごちゃしてカオスなね、世界なんですけれども、そこのね、木に絡みつく、山漆だったり山ぶどうですね。これは結構晩秋チックな感じなんですが、10月の始まり頃にね、撮影したものになります。ちょっとうっそうとした森の中で上からね、光がなんとか入ってくるようなね、ところだったんですが、こういったごちゃごちゃしてカオスな世界を作ってるんですが、どこかね、この独々しさの美しさに惹かれていくようなね、そんなようなものですね、ここではね、ちょっと表現しております。で、これは漆になるんですけれども、木々に絡みつく漆のね、ワインレッドが非常に綺麗だったので、プラスですね、この上部に少し緑の葉っぱも入れてるんですが、季節が移り変わっていく、そういったところをですね、表現できればと思って、この上の緑もあえてね、入れています。漆っていうのはやっぱり秋の初めに見られるものなので、それでも秋の初めに撮ったんだなって思うんですけれども、結構後ろのね、森がかなりもう熟した秋というようなね、感じもあったりして、とてもね、10月の上旬で撮ったとは思えないような
光景だったんですけれども、これは霧も入ったりとかねして、かつこのワインレッドっていうね、この毒々しい、だけどこう雅なね、美しさを持っているこの漆の姿がね、この木々のこう伸び伸びとしたところと相まってね、なんて綺麗だなと思って撮ったんですけど、こういったね、被写体も、非常に面白いんじゃないかなと思います。山漆とか、さっき言ったね、山ぶどうですね。これも結構軸として撮っていくと面白いと思います。あとは、岩場に生えているね、小さな植物も結構ビビッドなね、赤さを見せてくれる、そういったね、ものもあります。これはね、黒豆の木というもので、溶岩石の間にね、こう生えていた黒豆の木の紅葉を撮影しています。この溶岩石のね、隙間からこんなビビッドな紅葉が見れるというね、そんなところがね、この純粋にこの黒豆の木の生命力、これをですね、私自身はね、感じたので、このようにね、岩から生えてくるこの赤い命のこの、鮮やかさっていうのをですね、純粋に撮影したものになります。なので紅葉のシーズンだと、もみじとかがね、結構メジャーだったりすると思うんですけれども、結構いろんなところでいろんな色彩があったりしますので、そういったものに目を向けてこれなんだろうっていう感じでね、興味を持って、見てみると、なかなかユニークな表現ができるんじゃないかなと思います。結構個人的に今年おすすめなのは山ぶどうかなと思いますし、自分もね、たくさんね、山ぶどうの作品ね、撮っていきたいかなというふうにね、思っております。続いてはダケカンバの紅葉になります。私のチャンネルでは私がダケカンバしょっちゅう言いますので、結構知ってる方もね、多いと思うんですけれども、標高の高いところで、生きている広葉樹になります。アルプスとかに行くと2000メーター付近でですね、結構元気に、生きているのをね、見ることもあるんですけれども、私はやっぱり結構この過酷な環境で生きる樹木の姿っていうのがですね、ものすごく惹かれるところがあって、特にこのダケカンバは、その生き様がですね、その環境の中で生きているその生き様が形になって出ていることが非常に多いので、非常に好きな樹木のね一つです。特に紅葉のシーズンになるとこういったね黄色の綺麗な色彩の中に、白っぽいね、樹皮をですね浮かせて出てきてその姿を、見せてくれるので、本当にね、秋はね絶対撮る被写体なんですが、これもね、紅葉シーズンはねおすすめになります。北アルプスとかねちょっと標高の高いところに行ったりとか、もちろん志賀高原内でも、見ることができる、被写体です。これは純粋に、黄色くですね、埋め尽くされた紅葉の中に、若干ね下のところに緑は入れてるんですが、その中にこの枝をね泳がせるようなイメージでね撮影をしております。これはかなり望遠レンズを使って、切り抜いているというようなね表現です。あとはですね、下から上を見上げた、バージョンのですねダケカンバもあります。針葉樹林の中では、光がね好きなこの広葉樹ダケカンバは、針葉樹よりも高いところまで行って光合成しなければならないので、かなり高いところまでこのような形で、幹そして枝を伸ばしてそこで葉っぱを出して光合成をしています。なのでこういったね針葉樹の中に生えているダケカンバはですね、身長が高いので見上げるとこのような形で、暗闇の中で黄色いね傘を広げているようなね見事な姿になります。なので結構こう横を見てばっかり歩いているんじゃなくて、高いね木が高いところだと上を見てあげるとね、結構いろんな姿に出会うことができると思います。これはダケカンバだけじゃなくて白樺とか他の樹木もそうですが、ブラリもそうですね、身長が高い木があったら上を見上げてみて青空と絡めてみたりするのもいいですし、曇りだとこういった感じでシンプルな色彩でね、落ち着かせることもできますので、いろんな天候条件でね、見上げてみると面白いと思います。あとはですね、急なこう斜面で生きているダケカンバなんていうのはこう坂に向かってねこう垂れ下がるようなね、そんなような形で生きているものも多いです。これもね、私の頭の上からこう垂れるような形で、伸びていたダケカンバの姿なんですが、本当にねもう生き物のようなね、姿でしたね。また濃霧の中で浮いている姿が非常に綺麗だったんですが、このダケカンバ自体の、葉っぱっていうのはですね、もちろん紅葉して黄色いんですが、あまりにも濃霧だったので、あんまりわからない状態だったんですね。ただこう頭上にもみじの、鮮やかなねオレンジがあったので、これを差し色として少し入れてやっています。で、割合としては、このダケカンバの枝ぶりをね強調しているので、紅葉3、ダケカンバの枝ぶりを7ぐらいの比率でやっています。この上をね少なくした理由っていうのは、やはり主題はこのダケカンバの枝ぶりっていうところっていうのと、あとはこの秋の始まりをですね、感じさせるように上からちょっとずつこう降りてくるようなね、そんなようなイメージで少し少なめで、3割ぐらいを紅葉として、下は7割というようなね感じで、割合はね調整してやっています。これはね本当にダケカンバの表現の一部に過ぎないんですけれども、
本当に素晴らしい樹木でですね、生き様が形になっているものが非常に多いので、ぜひですね、標高の高いエリアに足を運んで、見た際はですね、このダケカンバ、ぜひね、着目して、どんな風に生きているのかっていうのをまず感じながら、撮ってみるとね、非常にいいんじゃないかなと思います。まだまだ私もですね、このダケカンバは、引き続き撮っていきたいなと思いますのでね、これからまた楽しみですね。はい。続いて5つ目、傷んだものの表現ということで、取ろうと思った紅葉がですね、必ずしもいい状態なものばかりではないというふうにね、思います。結構やっぱり暑いね、夏が多かったりで、傷んでる葉っぱも多いというのがですね、実際の、現状というかね、かと思うんですけれども、で、例えばこちらの写真はですね、私の個展9尾というところで展示をしていたね、作品になるんですけども、コーラスというね、タイトルのね、作品ですね。で、この土地は非常に暑くて、これ去年の秋だったんですけども、ダケカンバのね、紅葉が本当によろしくなかったですね。今年は結構ね、上部の方いいんですけれども、ただやっぱちょっと標高低いところになってくるとね、かなり枯れてるものが多かったです。ご覧の通り、このダケカンバの頭上のね、紅葉っていうのはかなり枯れていて、クシュクシュしてるようなね、くすんだような状態がね、わかると思うんですけれども、そこに着目してしまうと、なんか取る気なくすな、みたいなね、感じになるんですが、それはそれで、その現状は一旦受け止めて、下を見てみたらですね、先ほど言った漆とか、山ぶどうがね、非常に綺麗にね、そのステージをですね、飾ってくれていて、で、その中で、ダケカンバだったり、白樺だったりですね、そういった樹木が、元気よく生きていて、全体がですね、コーラスをね、歌ってるような、そんなようなね、姿に見えたわけですね。喉が枯れて、かすれ声の人もいれば、すごく鮮やかな声で調子のいい人もいれば、そういった、全てがですね、交わってこのコーラスは成り立っているんだなっていうのをですね、私自身は、感じて、そう思えばこういった喉が枯れているようなね、くすんだような状態の葉っぱがあって、むしろあった方が私は、自然で素敵だなっていうふうに思ったので、そういったところをね、一つ作品としてまとめて、撮ったものになります。なので捉え方によってね、それは違ったりもしますし、自分が何を大事にしているかっていうところにもですね、関わってくることだとは思うんですけれども、綺麗なものだけを取っていくのが自分のスタイルだったら、もちろんその、くすんだものを除外して綺麗なものを取っていくっていうのに、力を注ぐっていうのは大事なんですが、逆にそういった傷んだものも含めて元気のいいものと交えるからこそ生まれてくる調和みたいなものも、あったりしますので、そういうのもですね、私は、作品として、作っていけたらいいのかなっていうふうにはね、個人的には思っております。こちらも私の個展9尾の、和装というね、タイトルの作品になるんですが、手前にですね、沢栗実の木があるんですが、これはね、ちょっともう元気がなくて立ち枯れの状態になってしまっていました。ただその対岸にあるですね、壁になっているようなところにあるもみじですね。これはすごく綺麗な状態で、ただ上品なね、色彩だったんですが、枯れた、幹を、あえて手前に入れて、その奥に色彩としてですね、添えているというね、まるでね、この立ち枯れ状態の、沢ぐるみの紅葉なのかなって思わせるようなね、そんなような光景で、面白みもあったので、ね、撮影をしました。またこの枯れている姿っていうのがですね、非常に厳かで、この色彩も非常に和な雰囲気というところで、まるでね、着物のようなね、和装というタイトルをつけたのはそこから来てるんですけれども、そんなようなイメージでね、撮っています。なので朽ちてしまったとか傷んでいるものがあるからこそ生まれてくるその美しさだったり、デザインだったり、そういったものもあったりすると思うので、必ずしもその朽ちたりとか傷んでいるものをネガティブに捉える必要はなくて、それを活用してみるっていうのもですね、表現としては面白いんじゃないかなと思います。続いて6つ目、植物同士のコミュニケーションということで、実際に見ている被写体がですね、なんとなくコミュニケーションをとっているんじゃないかっていうのをですね、感じながら撮っていくというのもですね、面白いかなと思います。これはですね、頭上に残った紅葉を撮影したものなんですが、上部はですね、もみじがすごくたくさんあって、もう先端部からね、徐々に散り始めてるんですが、下はね、それに比べるとかなりスカスカしてるようで、もうほぼほぼ終わっていったっていうようなね、状態になっています。これはですね、私がこれを見た時に感じた葉っぱ同士のコミュニケーションというところをですね、表現したんですけれども、徐々に減っていくお互いの、違いですかね。もうスカスカして残っているものへ対しての、羨ましさだったり、ものもあったりだとか、あとはもうスカスカしていくものを見て、散っていくもみじたちがね、自分たちもどんどん減っていくんだという、ちょっと虚しさというかね、もちろんどちらかにね、そういった感情があるわけではないんですけれども、あるように感じながら、撮っていくというのもですね、
ね、非常に面白いと思います。なので、植物同士がこう絡み合っていたりだとか、向き合っていたりとか、そういった構造というものをですね、至るところにあったりしますので、ただ単純にこう色彩的に綺麗だとか、デザイン的に整っているとか、そういったところで整えていく撮影もあるんですけれども、どこかこうコミュニケーションをですね、感じながら、自分自身がね、対話するっていうのもあったりするとは思うんですけど、植物同士が、何かね、対話してるようなとかっていう風に感じて撮っていくのもですね、面白いと思います。続いて7つ目、水の表現。紅葉シーズンの水の表現、本当にたくさんありますので、キリがないんですが、今回は一つに的を絞ってお話をしようと思います。でこちらの写真はまさにその渓谷の中で、崖っぷちの岩場に落ちていた2枚の葉っぱになるんですが、それとその奥に流れていく、この渓流のね、姿になります。かなり激しく流れているところをね、静観している、この2枚の葉っぱ、最後の瞬間をですね、2人でこう、上から見下ろしているような、そんなような光景になります。この最後の瞬間、1枚じゃなくて2枚でね、何を考えながら見ているのだろうか、そんなようなことをですね、語りかけるような光景だったので、こちらのね、撮影をしています。私はこれ水の表現として 6.5 秒というね、秒数を描いてるんですが、なんかこう、激しすぎるとね、なんかちょっとこう苦しくなってきちゃうようなね、気もしましたので、少し優しさを持たせたいなというところで 6.5 秒というね、シャッタースピードで撮っています。もちろんね、いろんなシャッタースピードで撮って険しいやつとかね、10分の1秒とかでやるともう少しこう激しくなったりするんですが、なんかこう終わりの瞬間、最後ぐらいはね、こうまろやかな感じで終わっていくのもいいのかなというのをですね、最終的に感じて、このようなシャッタースピードのものを選びました。こういった水辺の表現っていうのはですね、シャッタースピードで水の表情も変わってきますので、自分がね、その被写体からどんなことを、現場の様子からね、感じたかによって、シャッタースピードをね、合わせて、その空気感に合ったものをね、選んでいく。それがね、この水辺で撮る紅葉の撮影のね、面白いところかなと思うので、ぜひですね、全体的に見て、いまいちだなと思った時は、足元をですね、観察してみると、結構いろんなものが引き出せたりすると思いますので、いつの間にか1時間、2時間経ってたりすると思いますので、そういったシーンがあったらね、ぜひこういった水場の、落ち葉のね、表現なんかもね、してみるといいんじゃないかなと思います。そして最後はおまけの表現になるんですが、これは決して紅葉の美しさとか、そういったものをね、伝えるためのものではないんですけれども、これは先日乗鞍高原の池でね、ちょっと撮影してきた写真たちになるんですが、池のほとりにね、夕暮れ時、パッとした天気ではなかったんですが、ふらーっとね、歩いていってちょっと見ていたんですが、何撮ろうかなっていうのはね、条件でした。ただ風がものすごく強くて、葉っぱがね、たくさん落ちていたんですが、水辺のところにこのね、細長い葉っぱが無造作にね、こう沈んでいて、そこに強風によってね、落ちてきた白樺の葉っぱがこう浮いていたんですけれども、これをね、しばらく見ながらね、なんかこういろんなことをね、考えたりしていましたね。で、皆さんもご存知の通り、今の世の中ってすごい不安定で、昔からそうかもしれないけど、特に今の日本はですね、あんまり政治的な話をするのはね、よろしくないかなとは思うんですが、ちょっとこう不安定ですよね。そんなちょっとこうカオスなね、状況の中で、私たちは暮らしているような、ちょっとこれを見ながらね、そんなようなことをね、考えながら撮っていました。これだけ不安定な世の中の中で、みんながみんな同じ方向なんか向けるわけなくてですね、なかなかいろんな方向を向いていて、いろんな人種がいて、いろんなタイプの人間がいて、いろんな考えの、人間がいて、なかなかそれがね、難しいっていうのが、今の世の中っていうところで、それはまさにね、うまく表していた光景だったなと思ってね、撮ったりなんかしていました。こういった不安定でカオスな、世の中でね、こう行き詰まっちゃうようなね、そういった人たちも、もちろんいたりすると思いますし、それをね、なんとなくこれで表現したりなんかもね、したりしていましたね。で、最終的に出会ったのがこちらの光景でほっとしたんですけれども、やっぱりこういった、世の中の中で、大事なのはこういった人とのつながりですね。まさにこれ2枚の葉っぱがこの中で静かにこう、風で流れてきてね、触れ合っていたんですけど、やっぱりそういう人のつながりみたいなものっていうのはですね、この世の中はすごく大事だなっていうのをですね、改めてこう感じさせられたというかね、そういった光景でした。最初はすごくね、ちょっとどんよりするような光景から始まって撮りながらですね、最終的にこの2枚の葉っぱの光景に行き着いたのでね、ほっとしたところだったんですけれども、そういったね、別にこの綺麗なものを表現しようとかではなくて、今の状況とこうつながって作品になっていく、写真を撮っていくっていうこともね、あると思うので、何かこれは今回私はね、感じたのはこの日本の不安定な、状態がたまたまですね、これを表現しようってあえて思ったわけではなく、たまたまなんとなくつながったというところで、こういっ
った表現になったんですけども、なんとなく生きていく中で皆さんが仕事をしていたりとか生きる中で感じているようなことが風景とマッチする時っていうのがねあったり、またそこから大事だなと思うことをですね改めて教えられることもあったりすると思うので、そういった瞬間がありましたらぜひですねカメラを向けてシャッターを切ってみるのもいいかなと思います。秋とかね、晩秋とかそういうものがもしかしたら、いい条件かなと思いますので、何も考えずフラッと訪れてみてね、カメラを向けてみるのはいかがでしょうか。はい。ということで、最後ね、ちょっと余談というかね、おまけになったんですけれども、以上8つになります。はい。ということで、引き続きまた紅葉シーズンね、続いてきますので、また動画の方もね、公開させていただければと思いますので、引き続き楽しみにしていただければと思います。またね、私の個展キュービからの写真集もですね、販売中になっておりますので、興味のある方はそちらも手に取っていただけると嬉しいです。そして、2026年のカレンダーもですね、販売中なので、興味ある方はぜひ、こちらも手に取っていただけるととても嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。皆さんも、この秋のね、撮影、存分に楽しんで、気をつけてですね、お過ごしください。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。